に申し訳ない気持ちの時だけに使ってください。のびはやっぱ英語わかるから I need help テラメタル学園旅行で使える英会話基本編 I'm sorry すみません。もうこれはもうみんな知ってるね、きっとね。もうなんか謝るとき、すみません。でも、一つね、のっぴが気がついたことはね、日本の方はちょっと謝りすぎです。謝らなくてもいいときに謝ってる気がする。日本に住んでる場合はね、全然いいと思うんだけど、海外にいると、なんでそんなことで謝ってるのとかって思う人よくいるから、本当に申し訳ない気持ちの時だけに使ってください。じゃないと海外の方は、なんで私謝られてるんだろうって思っちゃうから、本当に何か申し訳ないって思っちゃった時だけに使っといた方がコミュニケーションの行き違いみたいなのが防げると思います。悪いところではないと思うんだよ。いいところでもあるし、でもちょっと話がややこしくなりやすいって思います。日本だとさ、すみませんっていう意味が普通にいろんな意味合いがあるじゃん。でも海外だと本当にごめんなさいっていう気持ちがある時だけにしか使わないから、それはちょっと気をつけてもらったらいいかもしれないです。大丈夫の凡庸性もえぐい。あ、そう、日本はね、そういうのたくさんあるから、海外では違うんだよってことは、ちょっと、意識して使ってもらった方がいいと思います。すみませんはありがとうの意もあったりしますからね。そうだよね。本当に。Could you write that down? 書いてくれますか？それ書いてくれますか？だから例えば相手の方がなんか早すぎるとかすごい長いこと書いてて紙と鉛筆がありそうだったらそれちょっと書いてくれますかっていう時に使います。なんかどっかの道案内してくれてる時とかなんかたくさんおすすめの場所を教えてくれてる時とか Could you write that down? って言えばで書くものがあれば書いてくれると思います。そうだから特に旅行行く時ねもしかしたら自分でもうメモとペン常備しといてもいいかもしれない。何か教えてくれてる方と話してんだったらその自分で紙と鉛筆を持ってるのであれば会話をしてる時点で優しい方ってことだから書いてくれると思うので聞いてみたらいいと思います。これは丁寧な言い方なんですか？あ、そうだね、丁寧な言い方です。これはなぜかというとこの could っていう言葉を使ってるからです。この could がちょっと日本語で言う敬語みたいな感じかな。敬語っぽくなかったら can っていう言葉を使ったらもっとフランクな言い方 can you write that down? でも can と could の違いはそんなにね変わんないんだ正直。やっぱり英語圏ってそこまで敬語っていう文化がないから。でもやっぱ初対面とかあんまり知らない人と喋ってる場合は could の方がいいと思います。may も使えるの。may はこの場合は使いません。may は自分が何かしてる時に使うから。例えば may I have that とか may you have that とは言いません。may I の時だけに使うので自分の話をしてる時だけに使います。could you は敬語の構文として習った覚えはある。そうだね。もう簡単にね日本の方に説明するんだったら could は敬語的な感じの意味だよっていう風に思ってくれれば大丈夫だと思います。may はしてあげましょうかになりますか。でもこの文章に may you write that down は普通にもう文法的に間違いなのでこの文章では絶対 may は使えないです。普通に I need help これはもう助けてください。それか手伝ってください。シンプルな言い方です。他にもね Can you help me とか Could you help me とかっていうね言い方できるけどこのフレーズを言う時点で結構なんか必死だと思うので必死感をなおさら伝えるためにはこのシンプルの I need help でいいと思います。でこの I need help の後とかに助けてほしいこと手伝ってほしいことをちゃんと説明しましょう。I need help だけを言っただけじゃ伝わらないのでできるだけその後に何を手伝ってほしいかを頑張って話すかボディーランゲージでもいいので伝えましょう。ちゃんとね助けて SOS って叫ぶ感じなんですか？あ、それでも全然いい。もうガチで大変な時もう大声で誰でもいいから助けてって時に I need help とかでもいいけど普通になんか例えばホテルで泊まってる時に部屋のものが壊れてるとか使えてないって時にもフロントデスクに行って I need help my toilet is not flushing とかでもいいし I need help my window isn't closing とかっていうのでも全然いいと思います。既視感は言い方によって伝わると思います。海賊王に俺はなる one second それか1 minute これはどっちでもいいです。
意味合い的にはちょっと待ってくださいって意味ですね。で直訳すると1秒待ってください、もしくは1分待ってください。これの使い方は空港に行ってて Passport please パスポート見せてくださいって時にちょっとバッグから出さなきゃダメな時は1 second 1 minute まあ本当に速さによってsecond と minute 使い分けていいです。で本当にね1秒1分とかね超えても全然いいんです。それぐらいちょっと一瞬待ってみたいな感じ、日本語のね一瞬待ってくださいなので、例えばなんかこれやってくださいとかこれくださいとか言われた時にOK 1 second 1 minute wait a minute 的な、そう全く意味同じです。でも wait a minute よりも文字数短いからのぴはこれの方がいいかなと思ってこれをテンプレとして出しました。日本だと just a minute とか習ったりしますけど、それだけでいいんです。全然いい全然いい、全然いい。すごくねカジュアルな言い方にはなるんだけど、でもねこのやり取りをしてるってことは別にこれ程度でいいんだろうなっていう状況の方がいいので、英語圏の国はね基本的に初対面の方でもこれぐらいフランクに喋ってても別に誰も何とも思わない人のが多いから簡単なほど伝わりそう。そう特にねまだね英語やっぱり自信ないよって方はこの1 minute とか1 second で使った方が言いやすいし覚えやすいかなと思います。これはよくお世話になりました。いいね。Can you speak more slowly？ あとこの speak more slowly っていう長いじゃんこの文章正直だから、短くしたかったら Can you speak slower でもいいと思います。文法的には Can you speak more slowly の方が合ってるんだけど Can you speak slower でも全然伝わるし、なんならネイティブの方はそういう言い方する方いると思います。まずそれ言っちゃいそうです。全然いいよ。でも多分ね、これはのっぴの今までの人生経験から言わせてもらうと、ちゃんと頑張って英語喋ろうとしてるんです。あとちゃんとちゃんとした礼儀を相手に見せてて伝えてれば、基本的にそんななんか嫌な顔とか意地悪な感じの人はしないと思うし、基本的になんか海外旅行で観光してるのであれば観光客に慣れてる人の方が多いと思うから、低姿勢で行けばいいと思います。先生も使うことありますかこの文章？のぴはあんま使わないかなのぴはやっぱ英語わかるからあんまり使ったことないけど、例えばのぴがなんか違う言語で違う国に行った場合は絶対使うと思う。ゆっくり話してもらってもわからなかったらどうしよう。その場合はさっきやった Can you なんだっけ自分で作った英文忘れちゃった。書いてくれますか、メモ書いてくれますかっていうのいいかもしれないです。Could you write that down？ そう Could you write that down だ。そうそれを言ってみてもいいかもしれないです。Can you speak more slowly ですね。みんなのね少しでも英語があんまり怖くないとか英語苦手だなっていう意識を少しでも減らせれば嬉しいです。